今日は甲府でデートですか？そうです。そうです。飲み歩き探検ツアーを行いたいと思います。あ、これだ。これだ、これだ。うわー、かわいい。今日ちょっと寒いけど。まだいける。なんかもうテント泊しないんですかみたいな。キャンプやめたんですかとか。違和感はあったよね。違うしって思うけど。こんばんは。こんばんは。斉藤です。斉藤です。お晩です。夕方です。5時48分。こんな時間から動画を撮っているのは珍しいです。そうですね。今私たちが向かっているのは甲府駅です。はい。雨降んないといいんだけど。いや、降んないんじゃないの。降り終わったんだから。最近ね、毎週土日降ってるらしいよ。ってテレビでやってた。もうすぐ梅雨ですね。今日は甲府でデートですか？そうです。そうです。引っ越してきてから、近くのでっかい駅って甲府駅なんですけど、ここにねなかなか遊びに行ってなくて、今日はですね甲府の飲み歩き探検ツアーを行いたいと思います。イエーイ。と言っても、ご覧の通り、車で来てるんですよ。でどういうことかというと、静岡で暮らしてた時もそうだったんだけど、この地方都市の人たちって、基本代行で帰るんだよね。なんか都会だとタクシーっていうイメージがあるんですけど、代行の方が割安らしいです。そうなんですよ。それもさ、静岡の時に初めて知ったよね。検証したんですよね。静岡住んでる時に、浜松でたまに飲んでたんだけど、浜松で飲んだ時にタクシーで帰るのと、代行で帰るのとどっちが安いのかって普通タクシーだと思うじゃん。だって人が一人なんだからさみたいな。しかしですね、全然違ったんです。ちょっととかじゃなかったよね。2000円以上変わるかな。まあもちろん代行会社にもよると思うんですけど、こんな違うんだと思って。タクシーで帰るということは、行きもさ何かしらで行かなきゃいけないから、電車とか。行きも電車使うにしてもタクシーも使わないといけないから、近場でも飲みに行きたい場合は代行を使った方が一番お得な感じになるのかな。それをね初めて知りました。前に静岡に引っ越した時に。確かにタクシーと電車を使うっていう手もあったね。そうなんだけど、どちらにしても確かに駅も遠いから。静岡の時はまだ電車が割とあったんですけど、でしかも駅から歩けるし、電車が少ない。そうだね。駅からも遠い。そうだね。山梨県、家から駅まで遠いしね。山梨県は電車があまりない。まあ分かってたことなんですけど、なんかそれでタクシーちょいちょい乗るって電車代とかかかるなら、普通にこうやって来て、代行で帰るのがそんな変わりないかもしれないね。楽かも。まあ雨かもっていうのもあったし、そんなこんなでですね、本日向かっております先は、最近テレビやメディアでもちょっと話題になっておりました山梨県のとある新施設。教えてください。言っちゃうね。花小道。花小路じゃないの？小路って読むんだ。多分。花小道、夢小道ではないんですね。花氷または花の小路と読むことが多いです。花の小路。花の小路。この辺なんですよ。みずほ銀行の近くだ。小江戸、甲府花小路。甲府、小江戸、夢小路。で2つあるんですけど、花の小路っていうのかな、夢の小路っていうのかな。とりあえず花の小路と夢の小路2つね。2つ北側と南側で、これじゃない？違う。2つあります。これは違います。最近結構テレビに出てたのが花の小路の方。小江戸を感じられる風情ある雰囲気の商店街というか、食べ物屋さんだったりお土産屋さんだったりが並んでいて、夢の小路の方はどっちかっていうと歴史を知って学ぼうみたいな感じ。なんか美味しそうなとこがいっぱいあるよね。初だから歩いてお店を回るなんていうのは。
舞鶴城公園が近いので、おそらくこの辺が花の小路近いですね。花の小路に向かえばいいんですよね。はい。お、これもシンボルらしいですよ。あ、これだ。これだこれだ。これっすこれっす。あ、渋谷あった渋谷。けど駐車場か。何箇所かあるっぽいですが。月決め。月決め。あ、ここにあった。P あった。最大800円。18時からになるんで、まあ最大500円。安っ。いいじゃんここで。うん、近かったね、ここが。夜間最大500円。安くない？安い。ありがたい。パークジャパン丸の内17。代行の人に住所を伝えるから。そうだね。見て、小江戸に合うようにさ、畳バッグ持ってきた。ちょっと入り口こっちからだったんだけど、行きたい店がすぐそこだったからちょっとこっちから回って行ってみようかな。はい、すぐ近くに舞鶴城公園とか、あと甲府城跡なんかもあって観光することもできます。すごいいいとこだわ。東横インもあるから。ああ、フラット旅にはいいですな。都心から来る人も。ここですよ。あった。テナント募集です。あれ、まだこれから、カミングスーンって書いてあったりしたんだよね。ホームページも。そう。新しいお店が入るのかな。へえ。うわ、すごい。すごい。あ、ここだけなんだね。あ、閉まった。GSTV。あ、これテレビで見たよね。これなんだ。あ、ゼリーのお店。はいはいはい。うわー、かわいい。すごいな。すごい。もうちょっとしたらライトアップするんかね。あ、そうなんだ。って書いてありました。暗くなったら。電気がつくって。何屋さん？茶屋。あさりラーメン。ほうとうとかカツ丼だって。あとおにぎり屋さんもあるって書いてあった。あ、なんか2階とかもあるっていうもんね。ほら。まだ開いてる。あ、でもさ、飲み屋みたいなのここしかなくない？渋谷ぐらいですね。あとはだからおにぎりと甘味どころとほうとう屋さん、カツ丼、これはおにぎり屋さん。これはしゃぶしゃぶだって。スイートポークしゃぶしゃぶだって。ありました、渋谷。ここに来たかったんです。太郎ちゃんのお気に入りのお店。あ、外席犬 OK。へえ、すごい。一緒に来れるんだ。行きますか、ここ。とりあえず。はいね。なんか観光したいですか？観光？いや、観光別にもうここだけでいい？とりあえずここでちょっと引っ掛けてから移動しますか。いいよ、お城とか。すごいよ、11時半からやってんだよ。昼間？そう。入れるか？入れそうですか？大丈夫ですよ。ただ席がちょっと限られちゃうんですけど、外の席かそこかカウンターになっちゃう。じゃあ外にします。ここにしますか。ここにします。はい。渋谷は焼き鳥とか美味しかったんですよ。昔行ったことがあって、違う店舗ですけどね。東京に住んでた時にね、よく行ってたんで。それが山梨にもオープンしたんですね。やばいよ。だってここにさ、馬刺しが450円。安くない？どんぐらいの量なの？ね。あとは豚レバ冷製とか豚ハツ冷製とか。駅前にもあるらしいです。そう。牛タン冷製だって。冷製っていうのがどんななんだろう。焼き鳥あった。じゃあ太郎ちゃんのおすすめにしよっかな。焼き鳥を食べたいですね、とりあえず。失礼します。生2つ。ありがとうございます。注文してもいいですか？お伺いします。今日ちょっと寒いけど。まだいける。お疲れ。お疲れ。すごいうま。
冷え方が最高じゃない？美味しい。美味しい。わ、馬刺し頼むの忘れた。馬刺し、まあいいか。めっちゃ冷え冷えでうま。あ、電気ついたよ。おお。今日はニコメリ留守番でございます。もうでもご飯あげてきたもんね。あげてきました。こういうさ、お弁当みたいのがある。ね、富士桜ポーク重と800円だって。ね、安いよ。良心的。安くない？ね、このご時世。じゃあ昼飲みできるじゃん、ここで。そう、ここ11時半から夜10時までやってるみたいなんで。最高じゃないですか。結構昼から遊びたい時は最高です。牛タンです。はい、ありがとうございます。おお。やばいよだれが出てきた。生姜も入れた？入れた。おネギとともに。どう？美味しい？うまっ。てか初めての感じ。牛タン。おいしい。やば。もうこぼした。めっちゃ美味しい。初めての感じしない？何って言われると。まあ全然タレつけれなかった。味しなかったんじゃない？味しなかった。なるほどね。でもそういうことか。もう一瞬で今満席に近い状態になっちゃいました。ギリギリセーフ。すごい。めちゃめちゃ人気なんだ。金曜日でギリ。この時間確かに仕事が5時で終わる人は移動してきて。ギリ6時で入ってぴったり。だから6時終わりの人とか。あれよかった。ありがとうございます。すごい。見てこの大きさ。すごい。すごい。北海道のやつみたい。うまそう。いただきます。早い。すべてが早い。うまっ。こんなあるよ。うまいね。匂いやばい、匂いやばい、匂いやばい。うわ、美味しそう。うわいただきます。とりあえずももから。いただきます。おいしい。出た。出てたよ。おいしいです。あ、お、それ美味しそう。風で飛んでった。うまっ。うまい。柔らか。中身めっちゃふわふわ。外がパリパリ。あー、エナジーチャージ。タレが美味しい。すごい大人気で、もう入れない方いっぱいいる。なんか、初の山梨っていうか甲府飲み、すごい新鮮。やっぱ静岡でも行ったけど全然、ね、場所が変わると雰囲気も全然違う。そうだね。なかなかできないよね、住んでこんな風に。本来旅行だったらさ、ありえる話なんだけど全然。つくねうま。お母さん連れてきたい。お母さんつくねが大好きなんですよ。動画に撮ってないけどおもてなしキャンプをしたことがあって、その時に自分でつくねをこねて焼いてあげたぐらい、マルチグリドルで、で黄身につけて食べて。どうですか、久しぶりの渋谷は。うまいです。ああ、分かった。焼き豚食べる？焼き豚食べたい。何がいい？このレバごま塩美味しそうとハツ。何これ、金魚が動いてる。すごい。すごくない？あれ、いなくなった。あ、いた。うわーすごい。水たまりみたいになる。
おー、すごい。明かりがついてめっちゃ綺麗になりました。いっぱい写真撮った。あー、美味しかった。美味しかった。お腹いっぱいなんですけど。いけるよ。いやいやいや。お肉はいらない。卵焼きとかならいける。4500円ぐらいでした。あ、そうなんだ。安い。安い。あ、確かにいろいろライトアップされて、ほらこことか石が綺麗だね。やっぱライトアップの時間好きだな。これが有名ななんかモニュメントになってるらしいですよ。どれ？この塔。これが？これがあ、でもなんか上で光ってる。光ってるね。確かにここからすごい綺麗だもんな。うん、ゆらゆらしてるよ光が。すごいじゃん。ここに川もある。くまモン。はい、ちょっと駅前です。すごい綺麗。これ平和通りっていうらしい、駅前通りで、今あっちから歩いてきたんですけど、お店どうしようかと思って、なんとなく決めたんで行きましょうか。声かけていただいて。ここにも渋谷があるね。しかもなんかここは魚の渋谷。魚の築地直送だよ。今度ここも来たい。来たいね。魚の渋谷とこっちに普通のさっきと同じ渋谷の。やっぱり満帆ですよ。大人気。あと人気の小作ほうとう、すごいね。ミッションカラオケじゃん。あ、すごい。あれがビル。そうなんだ。全部そうなんだね。すごい。いや、そうじゃ全部じゃないでしょ。全部じゃないか。上めっちゃ働いてるよ。でもミッション初めて聞いた。カラオケミッション綺麗だね。いろんなね、あんまりこうチェーン店っぽくないいろんなお店があって楽しそうです。また来たいなって思います。多分こういう路地入った方にもお店結構あるんですよね。ありそう。隠れ家的な。隠れ家ね。ここは肉豆腐とレモンサワー。あ、大衆食堂系大好き。こういうところは美味しいよね、安くて。うわー、これとか。あ、タロちゃん。アジのたたき一口大葉飯、めっちゃうまそう。うわー、ふわふわ。見慣れてないメニューがあるとワクワクする。あっちにもねいっぱいあるんですけどね。あそこね。あ、シューマイ。シューマイ屋さん。気になる。シューマイ大好き。いいよ。甲州のワインは俺に聞けよ。ということで、甲州はやっぱりワインもめちゃくちゃね、そうだよね。ありますよね。ぶどうが美味しいから。こだわり酒場のレモンサワー。こだわり酒場ってところ、お店がのレモンサワー。あ、っていうお店。これか、ラッシー。ラッシー。23は揃ってからお通し食べる。夜間割だって。ラッシー名物。角ハイボール夜間割。どういうお茶割りってことでしょ。このお茶をお茶で入ってて、それとなんか焼酎を自分でボトル入れて割るってことでしょ、自分で。赤切りもある。あ、これ赤切りにしよう。赤切りソーダ割りにしよう。じゃあ角ハイボール。すいません。梅スープ。サイド。サイノ。そうだ、サイノ言ってなかった。うまい。赤切りうまい。すごい。どんどん入ってる。すごいですね。なんかタイミングが。ご新規3名様で。金曜日すごいね。嬉しかったね。街中でも見てくれてる人がいてびっくりした。キャンパーさん。梅水晶。これ湯葉。湯葉食べた？湯葉めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。梅水晶って梅の軟骨？サメの軟骨？梅に軟骨ねえよ。サメ軟骨っていう場合もあるよ。さっぱりする。
この間さスモアのテントの動画出したじゃん。はいはいはい。あれ良かったよね。可愛かったね。可愛かった。めっちゃ可愛かった。でもああいうの出したりとかすると、まあ、あれもさテントレビューしかしてなくて、実際のキャンプでまだ使ってないじゃん、そうすると結構さ、前まではなんかもうテント泊しないんですかみたいな、キャンプやめたんですかとかテント泊やめたんですかみたいな結構来てたんだけど、結構来てた。最近来ないなと思って。なんか見捨てられたんですか？違う違うと言っても別にテント泊をしたくないって言ってるわけじゃなくて、なんか俺ら昔からいろんなスタイルをやりたいから、場所場所に合わせてとか季節に合わせてとか旅のスタイルに合わせてみたいな風にやってただけだから、テントで寝たい時もあるんですよ。あるある。今日はこっちで寝たいなとか思うよね。確かに回数はだいぶ減ったけど。そうだね。そう前まではさ結構それをテント泊ずっとやってなかったらもうやめたんですかみたいな、結構定期的にちょっと車中泊が続くと割とあったよね。そうで来てたんだけど最近全然来ないなと思ってて。確かに車中泊とかキャンピングカーの方が再生回数もいいんだよね。そうだね。だから結構その時代がちょっとこう動いてる感じはあって。いつぐらいだろう。いつぐらいなんだろう。いやもう今年ぐらい。去年、今年ぐらい。去年はそんなにすごい顕著には感じなかったよね。私去年の初め頃とかはまだでも去年はあったわ。テントで寝ないんですか、テントで寝てる人がだんだん減ってきちゃってるんですけどみたいなのもあった。去年の夏が大猛暑で、辛かったじゃん、寝るの辛かったじゃん。辛かった。この間の冬が大寒波で寝るの辛かったじゃん、だからもう本当に日本の気候が過酷でそういうのもあって、車中泊もそうなんだけど、キャンパーの人たちがキャンピングカーが欲しいっていう感じに流れてる感もある。そうだね。雨も災害級の雨も多くて、雨の降り方もおかしいよね。おかしいし、ちょっとテントだとなかなかそういう外遊びに行くのにいい日を選ぶのがなんか難しくなってきちゃったなとは思う。そうだね。暑いな、また雨だ、風がとか、なかなか思ったようにその休みの日をうちらはさ調整できるからまだいいかもしれないけど、思うように外で遊びづらくなってきちゃったっていうか、天候が。そうですね。ね、確かにさ、こんなにバーストな買ったりとか車中泊が多くて最近言われないね。言われない。めっきり言われない。なんかあくまでも、第一優先2個目りだし、そうだね、あの人たちが快適な方がいいと思ってるから、そうするとテントも、フロアテントが多くなったりとかしたんだよね。それこそその前の年にも真夏に行ってめちゃめちゃ暑くて夜中まで寝れなかったりしたじゃん。それは一昨年ね。一昨年。そうきつくて、そうだね。ニコメリも頑張って寝てたけど、徐々にその暑さも期間が長くなってきて、その8月だけとかじゃなくて結構長い期間暑くて、どうしたらアウトドアを楽しめるかなっていうのは結構課題だったもんね。エアコンもそうだし、テントに持ち込んでみたりとかいろいろやったんだけど、でも今回自分たちがキャンピングカー買ったのも、安いやつを買ったわけじゃん、でもあのサイズ結構でかいわけじゃん、それもなんか今の家にもう引っ越し移住するのがほぼ決まってたから、こんぐらいのサイズでもいいかっていう風になったわけよ。神奈川とか静岡にいた時だとちょっとでかすぎるし、車をたくさん持ってるのもこう重りになるからあんま考えてなかったんだけど、今の家ぐらい広いとあってもいいかなっていう風になってるっていうね。そうだね。でも実際さ、車中泊の旅とかをアップしてて、なんかぶっちゃけちょっとキャンパーさんももちろんチャンネル登録してくださってる数はめちゃくちゃいると思うんですけど、動画自体さ、キャンプ動画よりさ
車中泊動画の方が見られてるな感は体感感じるんですけど、なんかもともとキャンプがブームが去ったから、車中泊とかキャンピングカーに行ったんじゃないかって思われるかもしれないけど、正直本当そんなつもりなくて、ブームとか思ってないよね。僕ら2019年から車中泊もやってるから、キューブの時、キューブで車中泊10日間の旅とかやってるわけですよ。だから全然なんかキャンプから車中泊に行っちゃったねって言われる筋合いはないんですよ。筋合い本当ないんだよ。まあね、だってやってんだから最初からやってるし、どっちもやってる。確かに。でもともと車好きだし、そうだね。そうで、それなんかどうやったら寝れるかなとか工夫するのも好きだったから、 DIY というか。そうだよね。全然もう車中泊なんか流行ってない時からやってるわけで、キャンプも流行ってない時からやってるわけで、僕らは好きなものをやってるだけで。確かにキャンプ道具を積んで、今日は車で寝ちゃえ、次の日はテントを張ろうってやってるわけだから、その中で最近テントで寝ないんですかって言われるとちょっと違和感はあったよね。だし、なんかブームがだからですかとか言われると、違うしって思うけど、違うし、ブームだからとかっていうふうには考えたことはない。そうだね。ブームだからやめてこっちに行きましょうみたいな流れじゃなくて、そもそもどっちもやってたけど、たまたま見てくださってる時に車中泊を連続で見たとか続いたとか、今になっては確かにちょっと比率は変わりましたけどね。だからやっぱり自分たちのそのライフスタイルに合わせてやってるから、やっぱキャンピングカーがあれば遠くまで旅行きたいわけじゃん。行きたい。もちろんキャンプもしたいけど、その今は旅にハマってるから、旅キャンプ、旅キャンプみたいなって今なってるだけで、でキャンピングカーだってあんな中古で買ってるわけだから、いつ手放すか分かんないし、環境が過酷になってきてることは確かだから、なかなかこう外で遊ぶっていうのがね、むずくなってるっていうのはある。犬いるし。でもそもそもさ、もうさ、どっからをさキャンプって呼んでんの？だって焚き火は好きだし、別に車中泊キャンプに行った車中泊してたって、もしテーブル椅子出してどうぞ、焚き火台出してどうぞって言われれば、時間があれば焚き火はしたいじゃん。でもなんか今日はインが遅くなっちゃったからやめて次の日にしようとかも思うわけじゃん。なんかそこってなんかラフにさ、自由なのに、キャンプしないんですか、また車中泊ですか、あれ車中泊最近しないんですか、それに悩まされて。いや全部キャンプなんだよ。そうだよね、キャンプって何って。どっちかって言ったら、キャンピングカーでキャンプ場行ってキャンプするのはなんかこうアメリカンスタイルというか、RV ありきのスタイルっていうのがアメリカスタイルで、テントをああやってデコレーションしてっていうのはむしろ日本とか韓国だけのスタイルだから、そのね、いろんなスタイルを試したいわけですよね。遊びたいわけよ。なんでずっと同じスタイルでハマってなきゃいけないのかっていうのはないから。そうだね。自分がキャンプと思えばキャンプだよね。でよね。テントで寝てないイコールキャンプしてくださいをすごい強く感じたかな。寝る場所が違うだけでどっちもやりたいんですよね、結局。そう、せっかくキャンピングカー安く買えたから、そりゃキャンピングカーにはまるでしょって話じゃん。けどキャンプの経験もあるから、キャンプの良さもテント泊の良さも知ってるから、まあそういうキャンプやりたい時もあるし、軽でこう荷物が限られた中でやりたいみたいな、そういう楽しさもあるから。あるよね。だから別にキャンピングカー旅キャンパーになっちゃったんだねっていうこともないわけですよね。まあでもそう思われたならそうなんじゃない。本当にテント泊しかしない人もいるだろうし、キャンピングカーしかやらない人もいるだろうから、まあそれはこう見てくれる人が選べばいいだけで、やってくださいとかっていうのはちょっと違うかなっていう。そうだね、車で寝てほしくないっていう。確かに。それこそ最近の YouTuber さんでさ、キャンプはもう終わるぞと、キャンプ YouTuber もう終わりだと言ってる方がすごく多いじゃないですか。まあ、タロちゃんがさ、やっぱり YouTube の編集もしてるし、 YouTube やろうよって言ってくれたのもタロちゃんだったし、まあ、今話した流れでいくとライフスタイルを発信しているっていう流れで言えば別に関係ない
まあ、ね、じゃ関係ない、家の DIY とかやってんだから確かに確かに、中にはやっぱりいろいろあげてるけど、うちってキャンプから離れても見てくださってる方が今いらっしゃるから、すごいありがたいんですけど、キャンプ業界が終焉みたいなって言ってる方がすごいいる中で、太郎ちゃんのなんか持論っていうか、確かに物事にはブームがあるから、キャンプブームっていうのがあって、まあそれがちょっと終わったよねと言われて、まあ確かにって思う部分もあるけど、なんかどっちかって言ったらキャンプブームが去ったというよりは、キャンプの映像が飽きられた。僕が自分が YouTube 見るときって、例えば海外の映像を見たりするんだけど、自分が見たことのない映像っていうか景色、あ、地球の中にはこんなとこがあるのかとか、あ、まだ知らないことがいっぱいあるみたいな。キャンプ YouTube が流行った時はまだ YouTube 自体そんなにまだ盛り上がってないから、キャンプをやったことない人からすると、俺もそうだったんだけど、こういう幻想的なところでキャンプしてみたいみたいなふうに思った。そうね、そうだから自分の知らない世界が映ってるっていうのが新鮮でよく見てたわけよ。ふもとっぱらってこんなに富士山が綺麗に見えるのかみたいな、あ、じゃあ行ってみたいみたいな情報ももらってたし、あ、キャンプに行ったらこういう風に設営して、こうやってご飯の準備して、こういう流れで一日過ごすのかっていう、やっぱ参考にしたりしてたから、そういうのがやっぱありふれちゃうと、もうみんな知ってるしってなっちゃうでしょ。まあ確かに、ワンピースみたいな海賊のアニメが3個4個あったら、そうそう、全部は見ないかなちょっと違うかもしれないけど、 YouTuber もその人のことが見たいと思われてなければきついと思うよね。なんかそれ言われたらそうかもって今思った。なんか結局今私も正直いっぱい知り合わせていただいて、全部見るのってちょっと大変で、やっぱぶっちゃけもうキャラクター的にもあるかもしれない、順番っていうか、見る順番っていうか、最終全部見たいんだけど、内容とか映像とかって前は思ってたんだけど、やっぱ人、この人面白いからとか、この人好きだから、その人がもはやキャンプからちょっとそれこそずれてても、だからそういうその人を追いかけてるっていうのもあるかも。そうキャンプが流行ってたから、キャンプ出せば回るよねっていうのはあったし、自分のところでもあったけど、でもだから何をやりたいかです。最終そうじゃないから続かないの、私だから俺はその継続するために出したいものをただ出しただけ、趣味を出しただけで、まあ撮影するのも趣味だし好きでやってるから、撮りたいもの撮って見てほしいもの出してっていうだけであって、昔で言ったら確かにキャンプ以外のコンテンツはあんまり見られなかったけど、逆にね、そうだよね、遠征の車中泊旅とかしても、なんかどうせ見られないんだろうなとかね、2人で言いながら撮ってたし、逆に本当にあんま見られなかったよね。そうそう、旅はね、車旅はだから昔行った東北旅とかね、全然見られない。まあ時代がそうなってるだけで、自分らがやってることは何も変わってないから、どうこうとかもないよね。出ました。美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかった。最後にさ、だし汁、鶏ガラスープ、めっちゃうまかった。美味しかった。お会計してる時に出てきて最高だったんだけどということで、はい、フラフラしながら帰ろうかなと思いますフラフラ楽しかったね。初山梨甲府駅近辺飲み会、またこういうのもやれたらと思うんだけど、飲みトークベロベロトーク、最後までありがとうございました。ありがとうございました、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。最後も5000円でしたね。2軒目も5000円、1万円です今日。おー、いいコースです。あとは代行で帰ります。そうだった。ダラダラしてから。そうだったわ。はい。